皆さんこんにちは。キューベイインサイトラブのキューベイです。前回はダボス会議について、キューベイが提案している4証言、このマトリックスの左下の部分ですね、停滞グループ、そのヨーロッパとか日本とか、その最たるものがダボス会議というふうにお話をしました。で、その中で、机上の空論ではなくて、もっと現実的にということで、邁進しているのが、右上の、発展をしている、繁栄グループ、これには、ロシアとか中国とかインドが、多く入っていますけれども、そういったところとの違いを対比しました。で、日本のその問題を解決するにあたってですね、基本的に、極めて重要な、人工知能 AI についての、基本計画ですね。これが、昨年の12月の23日に閣議決定をされて、公表されています。で、この問題について、今日は考察をしていきたいと思います。この人工知能基本計画ですけども、概要欄の、1ページ目だけを、ここに掲載していますけども、基本構想としては信頼できる AI を追求し、世界で最も AI を開発、活用しやすい国、それから危機管理投資、成長投資の中核として位置づけるということですね。で、4つの基本的な方針が、ありますけども、AI 利活用、AI を使うという話、それから AI 開発力の、戦略的強化、AI を作る、それから、社会全体で、AI ガバナンスの主導、これはAI の信頼性を高めるという意味ですね。それから4番目、最後は AI 社会に向けた戦略的な変革。AI と、共同する、コワークするということになっていますけども、この4つが、基本方針、基本戦略ということで、掲げられています。で、この、人工知能、基本計画の前にですね、ワークショップ、ワーキンググループによる、考察とかがあってですね、一番最後が去年の10月ぐらいだったと思いますけども、それもキューベイは、目を通しています。今日はこれについてですね、本当にその日本のためになるのかどうかという観点も含めて、考察をしていきたいと思います。ここでこのテーマをなぜ取り上げるのかということについて、前回までのおさらいを含めて、まとめるとですね、一つは、ボリューム82、2026年、今年の1月3日に公開をした、テーマですけども、コア5に関連してですね、日本の3つの命題の解決策はこれしかないということで、1番目はその石油エネルギーの問題、それから2番目はですね、円安ドル不足に対応するための内需循環型経済、それから3番目は中国との対峙、そういうようなバランス型の外交政策、この3つを取り上げたんですけども、その中の一番大事な日本の中の経済ですね。内需循環型の経済については、このロボット、フィジカル AI、こういったものが必須であるということをお話ししました。それから前回のですね、2026年1月17日公開のボリューム83については、この4証言、官僚主導、政治主導、公思考、私思考という、この4証言のマトリックスの中で、左下が衰退理で、右上がですね、反映をするグループ。で、この特徴とかですね、購買力平価ベースの GDP、それからなぜそうなるのか、そういった要因を分析をしたんですけども、この右上のグループ、机上の空論ではないということで、それに関連して、日本の、このロボットもしくはフィジカル AI に関連する、その基本計画ですね、人工知能基本計画について、深掘りをしていこうということで、考えました。最初にフィジカル AI という言葉を聞き慣れない、視聴者さんの方もいらっしゃるかと思いますので、簡単に説明をしておきますと、フィジカル AI というのは現実世界で自律的に動く AI、もしくはロボットということになります。
今、よく言われている生成 AI ですけども、この生成 AI というのは、例えば画像生成をするとかですね、映像を生成するとか、文章作成とかですね、こういったそのサイバー空間、デジタル空間の中で完結するものが、今現在の生成 AI です。フィジカル AI というのは、そこに対して、身体性、実際のその、動かせるもの、躯体とかですね、ロボット、機械というものを持っていて、現実世界に働きかけるということの2つの特徴が、AI にプラスして加わっているということになります。例えば自動運転の車であるとか、掃除ロボット、それから工場の、組み立てロボットのような、産業機械ロボットですかね。こういったものも、フィジカル AI に入っています。その、産業機械ロボットのようなもので、その上場して世界的に有名な日本の国産メーカーもありますけども、そういったものだけではありません。ここにイラストが書いてありますけども、例えばリンゴを収穫をするとかですね、アワビを採集するとかですね、海に潜って、こういったようなものも考えられます。で、ここら辺のその、実際の応用例というのは、今回ではなくてですね、次回、85回目のですね、キューベインサイトラブのところで、詳しくを取り上げますので、今回はまずはこの政府の基本構想について、評価分析をしていきたいと思います。ここで、ざっとですね、日本の競争力、立ち位置について、ここで最初に、出しておきたいんですけれども、日本のそのフィジカル AI というのは、競争力があるのかどうかということですね。ここの表はですね、縦の列に、日本、それから、アメリカ、中国があります。項目としては横の行のところになりますけど、フィジカル分野、いわゆるロボット関係を含めた、その強み弱み、もしくは特徴ですね。それから AI 分野、それから、AI である以上は、実際のデータを収集しないと学習しないので、このデータ収集の問題、それから投資規模、こういったものを出していますけども、まず最初にアメリカを言うとですね、フィジカル分野、これもアメリカも例えば、ロボットを開発しています。例えばルンバなんかも、お掃除ロボットのルンバなんかもそうですね。ルンバは、倒産してしまいましたけども、なぜ倒産したかというとですね、床が、お掃除のロボットのルンバが走れるほど、きれいに片付いている家というのは少ないということだったようです。なので、お掃除ロボットが走る前に、その家の中を片付けるロボットが必要だったということのようですね。そういうようなこともあるんですけども、アメリカでもそのサービスロボットがあります。で、AI 分野はですね、これ今生成 AI で、先頭を走っているアメリカですけども、特徴から言うと、大規模汎用の、生成 AI をやっていると。データの収集については、SNS とかですね、そういったものを含めて、大規模なプラットフォームを中心にデータを集めて学習させていると。で、投資の規模はですね、もう数兆円を超えるような単位になっています。で、そのアメリカを追っかけて対抗しているのが中国なんですね。大体同じようなところでやっていて、ぶつかっています。フィジカル分野はサービスロボット中心です。外食産業の、配膳のロボットなんかは、中国があるようにですね、サービスロボットが中心ですね。で、大規模汎用生成 AI も、これも、中国のですね、生成 AI も、なかなかすごくて、後で後ほどプレイヤーを、お話ししますけども、そのアメリカに肉薄しているという感じです。それからデータ収集についてはですね、中国政府が、政府の強制力を持って、データを集めるようなことができるので、そこが大きな特徴になります。投資規模は、同じようにもう数兆円単位ですね。で、そんな中で、日本はですね、フィジカル分野、これサービスロボットというよりも産業ロボットが中心です。これが日本ですね。で、AI 分野については、大規模汎用生成 AI、要するに、文章を作ることもできる、画像を作ることもできる、映像を作ることもできる、音楽を作ることもできる、こういったものではなくてですね、小規模もしくはある分野に特化した生成 AI というような形になっています。
で、これの、データ収集、学習データの元になるようなデータ収集っていうのは、各自企業努力で行われている。それから投資規模についてはですね、せいぜい数百億円というような形です。こうやって見てもですね、日本の競争力、そのフィジカルの分野の強み弱み、それから頭脳である AI 分野、それからそのベースになるデータ収集、それから投資規模。で、これで比べてもですね、アメリカ、中国と大きなギャップ、開きがあるわけですね。で、そうなると、この日本のその競争力、いくら政府が、基本計画で、温度をとっても、かなり難しいんではないかということが、これだけでもですね、ご理解いただけるかと思います。ここでは、その生成 AI のプレイヤー、どんなプレイヤー企業があるのかということとですね、その生成 AI プレイヤーの企業たちに対して、どのようなその仕組み、支援の仕組み、要するに資金ですね、資金に関する仕組みがあるのかということです。まずプレイヤーの方で、見ていきますと、アメリカ、これはGoogle 社がですね、作っている Gemini という生成 AI があります。で、この、Gemini だけではないんですけども、Google ではノートブック LM とかですね、いろんなその、生成 AI の特化型のものを含めてですね、いろんなその生成 AI があります。で、その中で、評判がいいものをですね、この Gemini という、フラグシップの、生成 AI の、機能の一つとして追加をしていくというようなことをやっていてですね、この Google の Gemini が一番その先頭ランナーの中の一つです。で、もう一つはですね、この生成 AI で有名になったオープン AI 社のチャット GPT です。それから、それ以外にもですね、例えばクロードというような、アントロピックという、会社のですね、生成 AI もあります。これはどちらかというと、そのコーディングとかですね、プログラム開発とかに強い。それから、綺麗なその素晴らしい画像を、生成するミッドジャーニーというような、画像生成 AI もあります。それから、イーロン・マスクの X 社の中の、グロックとかですね、これはそのアシスタント的ですけども、動画生成のところでいうとヒドラ、それからランウェイという、これも、有名ですけども、こういったものがあります。で、この中で、そのちょっと色分けをしているのはですね、これ、キューベイが使っている、もしくは使ったことがあるものを、色分けして記録しています。例えば、キューベイはですね、実際に自分の会社を持っていて、その貿易業務なんかをやっているんですけども、昨年の夏にですね、業務をちょっと自動化したいなということで、その時は、生成 AI を使ったんですね。で、それを例えば外部の、プログラムの、SIR かなんかに頼むとですね、多分、9人月、3人張り付いて3ヶ月、9人月か、12人月ぐらいかかるようなプログラムだったと思うんですけども、生成 AI を使ってですね、自分のところでできないかということで、やってみて、1ヶ月で作ったんですね。で、この時は、Google の Gemini と ChatGPT と、それから、アントロピックのクロードですね。この3つを、それぞれ、ちょっと、特徴があって、役割分担をしてですね、作りました。実際のその基本設計とかそういったものの相談はチャット GPT で行って、少し専門的なものは Gemini に聞いてですね、で実際にそのプログラムコードを書かせるというのはクロードにやらせたというような形ですね。それから、今回のそのキューベイのスライドの中で出てくる、イラストとかですね、あと次回の回で使うような、空想の画像ですね、こういったものについてはミッドジャーニーを使ったりしています。で、非常に使い勝手がいいですね。
あと、このアメリカ以外に、ヨーロッパとか、その他の、西欧諸国でいうと、最近、オーストラリアのですね、キャンバというのは、これはプレゼンテーションデザインかなんかを中心に、やっていたんですけども、この動画編集まで、行うという、大幅なアップデートを行ってですね、それから、イギリスのアフィニティという、デザインツールの会社を買収して、今非常に伸びているという会社です。例えば、アフィニティというのは、Adobe という、アメリカの Adobe 社がありますけれども、Adobe Cloud とかですね、Adobe Photoshop とか、Adobe Illustrator とか、動画編集でも、私も使っていましたけども、Adobe Premium Pro とかですね、そういったものがあるんですけども、その、Photoshop とか Illustrator を代替するような非常に優秀な、デザインツールがアフィニティだったんですけども、このアフィニティを、買収して、それで、動画編集も、できるようにしてですね、大幅な、アップデートをして、今、非常に伸びているということですね。それから、韓国の会社ですけども、ブルーという会社があってですね、ボイジャー X。で、これはよく日本の YouTube とかでも使われています。キューベも、使っています。これはテロップの編集が非常に楽だということですね。で、これは韓国の会社なんですけども、あえてここに入れました。それはちょっと後でお話しします。それからフランスのミストラルとか、ドイツのディープ L とかですね。で、一方で中国は、フィモーラ。これは動画編集で、先ほどの Adobe のプレミアムプロとかですね、Mac でいうと Final Cut Pro とか、それと同じような、機能の、動画編集ソフトで、これもですね、良さそうだということで、キューベもちょっと導入して、そのチャンネルによってはですね、このフィモーラを使ったりしています。それから、クリング、これも動画生成ですね。ハイルを、これも動画生成です。で、クリングは、ミッドジャーニーと組み合わせして、使ったことがありますし、現在も使っています。それから汎用でいうとディープシークですね。で、日本ではですね、これ、生成 AI という、ジャンルに入るのかどうかちょっとわからないんですけども、YouTube でよく使われているアニメ音声で、ボイスボックスという会社があります。サービスがあります。で、こういったものが入っています。で、これは、キューベも、使ったりしています。それ以外には日本では NEC、富士通、NTT、サイバーエージェント、ソフトバンク、こういったものがあるようですけれども、使ったことがありません。日本の、大企業の中では使っているところもあるかもしれません。それから、日本の大企業はですね、Windows のマイクロソフトを使っているところが圧倒的なので、64% がマイクロソフトの、コピロっていうんですかね、使用しています。この、マイクロソフトの生成 AI というのは、そのお仕事モードの中では使われることがあるんでしょうけども、いわゆる生成 AI の中では、聞いたこともないというような、人がほとんどぐらいですね、マイナーということになります。で、これこういうその生成 AI のプレイヤーに対してですね、どういうその資金の仕組みがあるか。アメリカとかヨーロッパ、それから欧米というのは、その、シリコンバレーのようなですね、もしくはベンチャーキャピタル市場のような、投資家市場があるわけですね。先ほど韓国のボイジャー X のブルーというテロップ編集のソフトをあえてここに入れたのはですね、韓国企業でありながら、そのベンチャーキャピタルからですね、西海岸のベンチャーキャピタルから資金調達をしてやっているということになるので、この投資家市場がこの生成 AI を支えているということになります。で、一方で、中国の場合は、中国がですね、次世代 AI 発展計画というものを出していまして、2030年までに産業規模20兆円を目指しますと。それから、そこから広がっていく関連産業規模、要するに波及ベースですね。それは10倍の200兆円を目指しますということで、政府が支援をしている。そういった中で、
この中国のフィモーラとかですね、クリングとかハイルオーとかですね、ディープシークもそうですけども、そういったものが、伸びてきていると。で、実際にですね、動画生成について言うと、ヘドラとかミッドジャーニーランウェイという、ものがありますけど、ヘドラランウェイよりも、クリングとか、そこら辺の方がですね、非常に質もいいと、それで安いと、使用料も安いとかですね、そういったものもあります。もちろんGoogle とかチャット GPT で BEO3 とかですね、ソラとか、その動画生成があるんですけども、それと同じか、もしくはそれ以上のクオリティになっているというのが現状です。一方で、じゃあこの日本政府がですね、人工知能基本計画を作ったとして、どうなのかということなんですね。で、これが現実の生成 AI のプレイヤーと、それを支える仕組みの、俯瞰図になります。で、そういう中で、日本政府の、この計画が本当にワークするのかということを考えてみたいと思います。それで、この政府の、基本計画に対してですね、どうなのかという、キューベイの評価をしたいと思います。で、この政府の分析とか、施策に対するキューベイ的評価ということで、良い点と不十分な点があります。まず良い点から言うとですね、日本が後塵を拝している。要するに、この生成 AI グループに対して非常に遅れをとっている。その敗北の構造に対する自己認識を持っているということで、これ正しい現状判断だというふうに思っています。それから2番目としてはですね、その中で同じ土俵ではなくフィジカルデータを使ったフィジカル AI、ここにフォーカスをしていくんだということで、このフィジカルデータというものの価値を認識している、これも非常に良い目の付けどころだというふうに思っています。それで、それをどのように、日本の中で使っていくのか、もしくは作っていくのか。で、この社会実装の、視点が、一応現場も、分かってですね、作られているなという感じを受けました。この3つですね、敗北の構造に対する自己認識、それからフィジカルデータに対する価値の認識、それから社会実装の視点。で、この点は良かったわけですけども、不十分な点があります。これ自己認識とちょっと違うんですけども、過去の失敗の自己反省というのがない。それからもう一つは国家の覚悟というものがちょっと感じられないということですね。これ国家の覚悟十分なものを考えているというふうに官僚の人は反発するかもしれませんが、これはちょっと次に触れますけれども、そこを聞いていただければですね、胸に手を当てて考えると、官僚の人たちも、ちょっと自分で内心を持っていたことを疲れるんではないかというふうに思いますけれども、それについて次にご説明をします。日本はなぜ遅れを取ったのかということなんですね。で、ここのですね、その仕組みを自己反省しないと、同じ失敗を繰り返すということになります。自己反省の欠落と覚悟の欠如。その前のページで言ったことなんですけども、これ同じ原因なんですね。で、過去の失敗というのは、まず政府が主導しますと。で、ここで陥りやすいものは机上の空論。机上の空論でなくてですね、現場を踏まえて、ボトムアップで精査して、作ったとしてもですね、机上の空論の、ニュアンスは、拭いきれない部分があります。で、もう一つは大企業を中心にインプリメンテーションを考える。この政策をどうやって、その日本国内で実行していくかといったときに、大企業にやってもらおうと。大企業にお願いをしようということになるわけですね。で、このお願いベースになるわけです。で、じゃあ大企業はどうかというとですね、これはもう昔から言われる、もう30年前、40年前から言われていることと何も変わらないんですけども、企業文化、制度、意思決定、遅いわけです。企業文化も、日本の弊害の一つですね。
企業文化が良くなったっていうのは、ワークライフバランスとかですね、あんまり仕事をしなくても怒られないとかですね、そういった部分はいいんですけども、企業文化っていうのは重要な意思決定を素早く決断をする、大胆にリスクとリターンを考えて判断をするというのが企業文化なんですけども、これがですね、圧倒的に弱いということですね。意思決定が圧倒的に弱い。それから日本の大企業の場合は、ハードウェアに対する未練が、あるということですね。これはメーカー製造業中心ですけども、それから3点目はですね、例えばスケールメリットがどうしても必要になってくる。そのグローバル市場をフォーカスとかですね、国内と海外の市場をフォーカスする。スケールメリットがないと、大企業というのは動けないということになるわけです。で、政府主導の机上の空論を、このような、企業文化とか、市場の制約がある、もしくは、ハードウェアに対する未練がある。で、こういった大企業に、執行してもらおうと、インプリメンテーションを考える。で、そうするとどうなるかっていうのが、携帯電話の時に起きたような、ガラパゴス化なんですね。ガラパゴス形態というようなことになるわけです。で、これは、何も携帯電話に限った話ではなくてですね、すべて、そうですね。で、今回の、フィジカル AI についても、これと同じようなことを踏襲していくと、同じようにガラパゴス化してしまいます。で、これ実はですね、先ほどちょっと言ったのは、官僚の、こういった施策を考える、企画を考えるですね、中間官僚っていうのは、もう原因っていうか分かってると思うんですね。政府主導で大企業にお願いしたって、こういうふうになるだろうなということを、分かってる人もいると思います。で、それは、例えば、経済産業省とかですね、そういったところが、大企業に対して、大なたを震えないわけですね。それは、行政庁の、やることの枠を超えているわけです。で、じゃあそれをやらせるのは誰かというとですね、政治家が、旗を振らないといけないんですけども、それが、政治家が大企業に対して物が言えないということが、根本的な原因だと思います。今回高市政権になってですね、安倍晋三さんの、弟子だったわけですけど、安倍政権を、いいと言ってる人もいれば、そうでもなかったというふうに、言ってる人もいるわけですけども、私は歴代の総理の中では、安倍さんは、いい方だったとは思いますけども、3本の矢の中の、一番不満だったのは、3番目の矢。それは大企業の労働生産性を上げる、企業文化を変えていくということをしないと、労働生産性も上がらないしということなんですね。そこに安倍さんでさえ踏み込めなかったということになるわけです。ここに大きな問題があるんですね。大企業にお願いベースをするしかない官僚、それから大企業が評伝なので、そこに対してですね、大なたを振るうことができない政治家、これがですね、積み重なってガラパゴス化になっているというふうに、キューベイは考えています。整理するとですね、これは個人的な意見なんですけども、すでに負けているというふうに思います。順番に整理するとですね、戦い方が根本的に間違っているというふうに思ったんですね。で、何が間違っているのかというとですね、例えば、そのデータを収集するのにですね、例えば協調領域というお願いのベースとかあります書いてありますけれども、例えば企業にとって、虎の子の現場のデータというのをですね、オープン環境に出すのかという、根本的な問題があるわけですね。いくらその日本が、フィジカル AI を戦略的に考えないといけないと言ってもですね、これ強調してくださいと、強調すべき、データ領域で協調領域というお願いなんですというふうに言ったとしてもですね、企業にとっても見れば、その現場の特に失敗をしたデータとかですね、これ非常に重要な教師データになるわけです。失敗をしたデータとか、その試行錯誤のデータであるとか、
その成功したデータももちろん必要ですけども、こういうものが、企業の競争力の源泉でもあるわけです。で、そういうその虎の子の現場のデータをオープン環境に出すのかという話ですね。まずこれが、一つの疑問です。それからもう一つはですね、ハードウェアへの未練。で、このハードウェアに対する未練というのは、先ほどあったようにスケールメリットが必要な、製造業であったり、でそうなると大企業ということになるわけですけど、大企業に依存している。で、この2つなんですね。で、それは、やってはいけない戦い方だというふうに思っています。大企業の思考、それから企業文化、制度、評価制度、インセンティブ、こういったものがですね、旧来のままなんですね。この政府の基本方針の中にはアジャイルという言葉が使われています。で、それはシステム開発の中で、アジャイル開発というのがあるんですけども、素早いということですね。素早くパッと集まって、打ち合わせしてパッと、持ち場について、開発していく。で、こういうのはアジャイル開発というんですけども、そのアジャイル開発と対極的な、そのやり方というのが、大企業の思考です。大企業のオフィスに、行くとですね、もう昔に比べて、すごい綺麗になりました。キューベイは、現役の時は、ファンドマネージャーの、責任者親分をやっていたので、企業の、訪問に行くのは、部下の、日本株のファンドマネージャーが企業訪問で調査をしたりとかっていうことで、時々行く程度でしたけれども、それでもですね、その当時から比べると、すごい綺麗な羨ましいようなオフィスっていうのが多いんですけども、そういうように箱は綺麗になったわけですけども、文化とか、思考とか制度とか評価制度、仕事のやり方、こういったものが全て的確に状況を判断して的確に意思決定をしてですね、部局が、そこに動いていく。このアジャイルでないといけないわけですよ。で、そういうようなことができているかというと、できてないっていうのが、ほとんどですね。中には、当然大企業の中でも、上場している、企業さんの中でも、アジャイルな体制ができているところもひょっとしたらあるかもしれませんけども、昔からあるような、超大型の銘柄の大企業というのは、そういうようなところが中心になっているわけです。で、それではどうしたらいいのかということなんですけども、私キューベイは3つあると思います。大きく言って3つですね。で、1つはですね、負ける戦はしないと。勝てる戦だけすると。これ、もう鉄則ですよね。で、これは何かというと、取捨選択になるわけです。で、2番目はですね、ガラパゴス化をするというのが目に見えているのであれば、いっそのことですね、そのガラパゴスを要塞化してしまえというふうに思うわけです。で、これはどういうことかというとですね、ガラパゴスが、取り残された島であって、じゃあそれがダメなのかというとですね、見方を変えればそうでもないぞと。内需循環型の経済であればですね、これは別に構わないわけです。いっそのこと、それを要塞化してしまって、参入障壁を作ったらいいんじゃないかということですね。輸出主導型であればこれはダメですけども、今回のそのテーマというのは、そのコア5の、前回のですね、前々回の、アメリカの方針転換に対して日本はどう対応するかということから来ていますので、目的は内需循環型の経済を構築するということになるわけです。で、ということであれば、ガラパゴス化をするのを嘆くのではなくて、かえって要塞化してしまえと。それで参入障壁を作れということになります。それから3番目、これが一番大事なんですけども、国民参加の仕組みを作る。で、これは各国民中小企業を信じる覚悟というのはですね、これは政府に通っているわけです。で、政府は、何でもかんでもインプリメンテーション、執行はもう大企業にお願いをしようというふうに考えて失敗しているわけですけども、国民とか中小企業を信じて、
託すというような政府の覚悟が必要だということですね。この3つをちょっと、それぞれ見ていくとですね、1番目の負ける戦はせずに勝てる戦だけをする。で、これは3つあります。1つはですね、米中の汎用生成 AI。これはもう格安ですごくいいわけです。で、それをもう利用しましょうということで、使い捨て、もしくは、アメリカ、中国の生成 AI だけではなくてですね、ロボットがあるんであれば、その安く量産されたものを使えばいいと。で、そこに対してですね、特化のフォーカスをしていくと。何かの、日本のその実情ニーズに合ったような、ビジネスニーズに対してフォーカスしたものをアドオンしていくということですね。で、2番目はですね、ハードウェアをトロイの木馬にする。これはどういうことかというと、やはりこのハードウェア、特にそのロボットなんかは中国製がすごく安いわけです。一昔前はですね、アクチュエーターという、その多関節アームみたいなものを含めて、日本の独壇場だったんですけども、今はその、中国製のアクチュエーターもですね、非常に安くできているということですね。で、すべてのハードウェアを、日本で作る必要はないと。で、それがその、ハードウェアに対する、覚悟ということになるんですけども、どういうことかというと、後付けキット化をする。それから既存機械の活用をする。例えば農業でいうと、昔からある、そのトラクターとかですね、田植え機とか、いろんなものがあるわけですけども、それはまだその資産として全然活用できるわけですね。で、そういったものに、後付けキット化をしていく。ということが、必要です。で、これもですね、実際にその事例があるので、次の回で、ちょっと紹介をしたいと思うんですけども、それから3番目はですね、日本の得意分野っていうのは、もう一回、再確認を、していただきたいというのが、現場の知識、現場知なんですね。それから業務手順の OS なんです。コンピューターの OS ではなくてですね、どういう手順でやれば効率的に LINE が機能するかというようなオペレーションシステムなんです。それから、ジグですね、ジグを開発する。それから機械がこういう動きしかできないんだったら、配置を変えようとかですね、天井からぶら下げようとか、逆にその、機械が動きやすいような環境を作っていく。環境改善。で、こういったその現場の工夫なんですね。現場の知識、現場知、業務手順の OS、それからジグの開発、改良、それから環境改善。で、こういったものだけが、得意分野なんですよ。で、そうやって考えるとですね、そのフルセットというか、フルスペックで、一から、開発する必要はなくて、すでにあるものを、うまく使えばいいと。それが、例えば中国製のロボットが、安いんであれば、その中国製のロボットを、使い捨てるような感覚で、それを使って後付けをすればいいというような考え方をする必要があるということですね。で、2番目のガラパゴスを要塞化するというのは、日本の場合は狭い国土、それから、過酷な環境ですね。すぐ、山が迫ったりとか、海が、あったりとかですね。山坂がある、そういった環境ですね。それから、雑草も多い。で、こういうような狭い国土と過酷な環境を逆手に取る。その中で機能するということです。で、これは例えば農業の問題で言うと、狭い農地を集約化してですね、大規模農業ができるようにしようという農地の集約という考え方がありますけども、あれは絶対ダメですね。北海道はいいです。だけど本州は、ダメです。で、それは、機能しないです。で、それはなぜかというと、アメリカとか、ヨーロッパとか中国とかですね、そういったところで考えられたビジネスモデルなわけです。で、この狭い国土と過酷な環境で、ワークする、この安い生成 AI のフィジカル AI ロボットを開発するということをまず前提に考えるということですね。で、それから、それで出来上がったものは、かえって逆にですね、他国に売り渡さない。例えば知的財産権の問題、これは、ちょっとあるんですけども、知的財産権の問題は、これちょっと別の回で話すかもしれませんけども、
なかなか難しい問題があります。だけども、例えば国益地という考え方っていうことを、考え方を持つということが重要なんですね。で、それが3番目につながる国民参加の仕組みです。で、キューベが提唱したいのはですね、コンソーシアムベンチャーと協業をするということです。要するにベンチャー連合が作って、それで現場の問題を解決していくということですね。で、この、現場、例えば農業の現場、漁業の現場、そういったところも含めて、もしくは、サービス分野で言えば、例えば医療介護とかですね、そういう現場。そこに対して小規模の、システム屋さん、SI 屋と、それから AI 屋さん、それからジグ屋さん、ジグですね、道具。こういったものが、協業していくということが、必要なわけです。で、これは、スケールメリットというかですね、スケールメリットというか、規模の経済が働かない状態なんですね。なので、大企業は参入できないんです。で、じゃあ中小企業、もしくはこの現場の、人たち、それから小規模 SI や AI 屋さん、ジグ屋さん、こういったその、中小企業、小企業が、やるためには連合するしかないんですね。で、それを、やる仕組みとして、スマートコントラクトのブロックチェーンが考えられますと。で、これはその知的財産権の配当インセンティブ、もしくは利用料という形で、その現場が貴重なデータを提供して、利用があったときにチャリンと利用料が配分されてくるというような仕組みですね。で、これは実際にできるんですよ。キューベイはですね、何年前だろう、7年前か8年ぐらい前ですけども、このブロックチェーンのスマートコントラクトを、作るある金融関係のですね、プロジェクトがあってですね、そこに開発メンバーとして、壊れて参加したことがあります。それは基本設計とかそういった、上流工程なんですけども、なので、何も問題なくですね、このスマートコントラクトのブロックチェーンというのは、できると。で、この、知財の、配当インセンティブ、もしくは、利用料、もしくは貸出料、そういったような、ものができる。で、これはですね、コンソーシアムベンチャー、大企業がやるんではなくて、小さい中小企業、小企業、個人でもいいですね。コンソーシアムベンチャーが、協業して、やるという仕組みができるわけです。で、これを、現実に契約としてやった方が、その知的財産権とかですね、特許関連法を、法制度を改革していじるというよりもよっぽど早く現実的です。で、こういうようなもので、日本の国民がですね、参加をして、実感してもらいたいのは、フィジカル AI で、3人分の仕事ができた。こんな私でも3人分の仕事ができたということが、実感する必要があります。で、これが、国民レベルで実感をしていく。労働生産性といったときに、一人当たり、時間当たりの生産性をどれだけ上げるかということが重要なんですけども、こんな私でも3人分の仕事ができたという、実感と、その理解の浸透というのが、今の日本の中で一番必要なことだと思っています。この3つというのはですね、勝てる戦だけをする、それから参入障壁を作る、それからそういうような動きの、大企業にやらせないでですね、国民参加の仕組みを作って、それを信じる政府の覚悟、こういったものが必要なんだろうなというふうに思うわけです。今回政府の人工知能基本戦略を、見て、それを考察したわけですけども、政府の AI 戦略の分析は正しいです。しかし、実際の施策となると、いつも同じ失敗を繰り返していて、結局はガラパゴス化してしまっているのが今までです。で、その原因はですね、政府が頼みの綱としている大企業の、構造劣化が解決していないからなんですね。で、これがその30年以上も変わらないのであれば、方向転換をしてですね、負けない戦い方に特化すべきだというふうに考えています。で、次回はですね、今回提示した方向性、
これ、いくつもですね、実際の事例がありますし、その将来を感じさせるような事例があるので、それを中心に、紹介をしていきたいというふうに思います。ダボス会議から始まった3部作については、ダボス会議は空論だと、それから、政府主導で、左下グループというのは衰退グループだと。で、それを真似しているようではダメでですね、日本が独自に解決策を考えないといけない。現場主導で考えないといけない。で、その、問題が、この政府の、人工知能基本政策にも、垣間見えるので、今回はそれについて、お話をしました。次回はその実際の事例を見ていきたいと思います。キューベイでした。